このように隙間を埋めることができます。ずれないですからね。はいどうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、アーク建築チュートリアルといたしまして、後ろに見えております、各建築をしていくにあたっての隙間の埋めるテクニックのご紹介となります。アークですね、建築をしていく上で、公式であったり、ローカルでも初期設定ですね、衝突判定というものがあります。ローカルの場合はコリジョン無効というものをサーバーの設定のところで無効にしていただくことで無視してですね、建築することもできるんですが、基本的には衝突設定があります。どうしても平らなところでスナップのみで建築するっていうところもですね、場所によって難しいところではありますので、隙間っていうのが生まれてしまいます。その上でですね、綺麗に隙間を埋めてですね、建築をするテクニックのご紹介です。あらかじめ申し上げておきますと、本日隙間に関してはですね、一応解説上強引にちょっと隙間を作ってる面がありますので、ここに関してはですね、ちょっと不自然な部分があるかもしれないですが、そこはちょっとご容赦いただければと思います。テクニックとしては使えるものになっておりますので、ぜひご活用いただいてですね、綺麗に建築をしていただければと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まずテクニックをご紹介していく前にですね、建築上でですね、どうしても使っていく部分としてですね、いくつかボタン操作っていうのがあるので、先にそこだけご紹介しておきます。簡単に言うと、スナップと表裏というところになるんですが、以前ですね、建築の超基本12選の方でですね、ご紹介している部分でもあるんですが、設置をしていく上で、まず向きと表裏っていうのがあるんですけども、このように青いのが裏側、緑が表側っていう部分があるんですけども、これに関してパソコンだと E ボタン、プレイステーションだと三角ボタンで表裏を設置上で変えることができます。もちろん表裏を変えるとこのようにですね、表裏で少しずれたりとかもあります。表裏があるので、この建材を同じ位置で表裏変えることもできますんで、これよく使うんで覚えておいていただければと思います。もう一つですね、建築にスナップポイントっていうのがありまして、このように通常フリーで置く場合こうなるんですが、ピタッと合う部分があります。これによって建築物ですね、高さがあったりとかしていくわけなんですけども、これに関しても同じ場所でパソコンだと Q ボタン、プレイステーションだと R1 ボタンで、同じ場所でもこのように各スナップポイントを切り替えておくことができます。もちろん場所を動かしたり視点を動かすことでもできるんですが、このボタンでですね、その距離からスナップポイントを切り替えることができます。これはいろいろ使う部分になりますので、こちらも覚えておいていただければと思います。今日よく使いますんでね。実際ですね、こちら全部スナップしていればあまりないと思うんですが、下から伸ばした壁と上から下ろしてきた壁、建築によってはこのように隙間が生まれてしまうものがあります。スタートした地点がですね、違ってスナップポイントが違うってなってくると、このようにずれる場合があります。あとはこの後ご紹介する地面の隙間を埋めるときにもいろいろ切り替えますので、その上でですね、どうしても隙間が生まれてしまうっていうところがあります。これを埋めるテクニックですね。これに関しては2つあります。
それぞれ使える場所っていうところがあるので、そちらを含めてご紹介していきます。まず一つ目、簡単なものとしてですね、このまま上からですね、壁を下ろしてきている状態。通常であれば壁ですね、ぶつかって壁が置けないという状態が生まれます。これにあたって4枚壁、これを下から設置していただくと、4枚壁、上から下ろすことはできないので、あくまで下から設置していただく必要はあります。設置します。すると、このように埋まると。ちょっと壁の模様でですね、重なっている分、チラチラしたりとかあるんですけど、あと模様の感覚合わないっていうのはあるんですけども、そこに関してはちょっと壁によってというところになりますね。4枚壁ですね、下からしか伸ばせません。衝突の判定があるのは、あくまでこの1枚目の部分のみになってまして、上3枚はですね、付属というわけではないんですが、設置のぶつかる判定は持っていません。こういう天井の隙間での貼るっていうのはできなくはないんですけど、今これ100度台しかないんで、支えがないんで置けないんですけどね。ただ衝突判定としてはないです。これに関してはですね、下から伸ばすのであれば、比較的簡単に隙間を埋めることができます。資材数は4枚使うので、その辺はちょっと計算しながら間埋めていただければと思うんですが、もう一つこれの特典としてはですね、衝突判定がないので、以前ですね、壁の方で詳しくご紹介しているんですけれども、崖とか突き出しているところ、壁とかでも突き破ってですね、衝突を無視して設置ができるようになってますので、ちょっとぶつかってしまう崖際とかにですね、建築をしている上で、壁がちょっと建造物とぶつかってしまう時でも置ける場合があります。そういった場合でもご利用いただけますので、ご活用いただければと思います。ではですね、もう一つの手法なんですが、少し隙間を変えてます。上でも下でもいいんですが、この隙間の間、まず1個開けていただきます。壁2枚設置できるぐらいですね。この状態で使うのが藁の建材になります。このように藁の傾斜付きの壁を貼っていただく。次にですね、藁の扉枠を上のスナップで置くと、このように重ねれたりするんですね。これを壁に張り替えていただくことによって、このように隙間を埋めることができます。ずれないですからね。これは藁建材に関して当たり判定がですね、ちょっと他と違ったりするので、結構こういう特殊な建築するときには藁建材使うことはあるんですけども、このように設置ができます。ただしこれちょっと欠点がありまして、当たり判定の差でですね、埋めているところではあるので、例えばこっちの隙間であったりとかですね、あとこれぐらい、ちょっと微妙な差なんですけど、この分ですね、鉄建材のこの一段ぐらい、点から点の間分ぐらいの隙間はちょっと高くなってるんですけど、こっち側はですね、この隙間の埋め方できなかったりするんですね。衝突してしまって。ちょっと狭すぎるのは使えなかったりするんですけども、こういう使い方もできます。これであれば隙間を埋めることができると。結構こっち使うこと多いと思います。ちょっと狭すぎるのはですね、この4枚壁とか使ってうまいこと埋めるということはできますんで、これで壁の間ですね、上から下ろしてきた壁、下から上げてきた壁の隙間を埋めることができます。これは後ほどご紹介する地面の隙間ですね。埋めるときも上を平らに合わせる上ではですね、どうしてもこういう隙間が生まれてしまいますので、その際に隙間を埋める上でですね、ぜひご活用いただければと思います。続いてですね、隙間を埋める上で一番簡単なのは土台を合わせるっていうところなんですが、やはりこういう傾斜付きのところですね、土台を揃えていく上で、どうしてもスナップでですね、置けなくなってきます。ここは置けますね。ただその次は置けなくなりますね。土台に関しては、今このブロックに切り替えることができるので、このように綺麗に隙間を埋めることができます。もちろんこっちもブロックに変えていただければ埋めれます。その上で、あとこのまま土台を伸ばしていけば綺麗に貼っていけるんですけども、これを伸ばしていく上でですね、いくつか手段はあるんですけども、手っ取り早いのはまず天井を張りますね。柱を張ります。そして土台を張ると。
いう形をとっていただければ土台は伸ばしていけるんですね。ただし、ここは隙間が空いてしまうと。天井を張れば、この高さぐらいであれば埋まるぐらいでいけるということがあります。こっちはブロックすれば綺麗になりますんでね。これは比較的簡単ですし、土台判定もそのまま伸びていきます。ただし、ここの隙間も埋めたいよっていう場合ですね。あと、地形によってはうまくいかない場合もありますんで、これに関してですね、天井の高さをちょっと下げてもいいんですけども、一回壊しますね。土台下げというところになるんですが、このようにですね、土台に柱を置いていただくと、土台下げっていうのができるんですけども、ここ置けないんですね。高さ的に。なので、ここで一段下げます。もう一段下げるんですが、これ高さ上げないといけないんでね、結構連続で置く場合は、隣にスナップしたりとかもするので、ご注意ください。もう一段下げますね。これで、こっちを置いて、こっちを置いて、こっちを置くと、そのまま置けるよという部分ですね。もちろんこれでブロックにすると綺麗に埋まります。上はさっきの手法で埋めていただければいいんでね、隙間はどうしても天井とはずれてくると思うんで、これをする上で注意しないといけないのが土台判定なんですけども、見た目は土台つながってるんですが、この土台はスナップしてません。さっきスナップで置いたので位置は合ってるんですけども、スナップ判定がですね、さっき柱壊したのでつながりが切れてます。なので、この柱に天井を置いていったとして、ここから置けないと。土台ここあるんで、この土台自体はここまで置けるんですね。土台判定、この柱についている天井の判定は、ここで切れてしまってます。柱とつながっている状態であれば伸ばせるんですが、間にこういう土台差し込みですね、入れてしまうと、つかなくなってしまいます。さっきの柱置いたままであれば、土台判定はつながったままになります。この状態で置いた場合に関しては、天井を伸ばしていくと、ここまで伸ばせることになります。このまま土台、柱、この土台でスナップがつながっているので伸ばせます。ただし、これですね、こちら置いたまま設置すると、このようにですね、つなげたまま、土台判定残したままですね、置けますんで、ギリギリ床を作るとかでない限りはですね、重ねておくっていうことはできるんで、これですれば強建材ですね、ちょっと押さえつつ隙間を埋めるっていうこともできます。土台下げをする上でですね、2段までは下げていいんですが、3段下げると土台判定が切れます。状況に合わせてにはなるんですけども、このように土台下げ、上げですね、しながら隙間を埋めていくことはできます。これもできる場所がちょっとできたりできなかったりするとは思うんですけども、こういう埋め方もできます。いちいち1個ずつ下げなくても、この手段を取れば、一応ある程度高さ、外壁作ったりとかですね、上に柱が出ても問題がないところとかは、この手法を取ることもできます。今これそのまま頭出して1枚でやったんですけども、一回頭出ないように柱スナップさせても同じようにできるんで、頭出さない手法はですね、天井の方でご紹介してますんで、ご活用いただければと思います。一応今後ですね、土台下げとかまとめたやつご紹介しようかと思いますんで、出ればそちら参考にしていただくか、1シリーズの土台とか天井とかですね、その辺でご紹介しておりますので、ご活用いただければと思います。こういう形でですね、重ねてご活用いただければ、このまま省略してですね、土台を引いていくっていうこともできます。続きまして、先ほどの土台でもここの場所だったらできたりはするんですが、ちょっと強引に別のお話としていきますね。柱天井で置いた場合、土台を使わずに建築をしていった場合、地面がどうしてもこういう坂だと隙間が生まれます。壁が置けないという状態になるんですけども、これを埋めていく手法のご紹介です。まず一つが、柱は単純に土台判定伸ばしてるだけなんでね。このようにスナップしてる柱ですね。近場から引っ張ってもらって、このように藁の天井を引きます。藁の天井を引くと、このようにですね、角土台がスナップしておけるようになります。これなぜかちょっと藁でないとできないようなんで、ご注意ください。
これ置くときなんですけど、2つスナップポイントが生まれるので、そこだけちょっと調整考えていただきつつ、E ボタン裏返していただいて設置します。これで設置していただくと、このように設置ができます。これに合わせて伸ばしていって、間ですね。置いていくと、このように隙間は生まれます。これに関しては、さっきのですね、傾斜付きの壁を置いて、扉枠を置いて、傾斜付きの壁の方ですね、上塗りして、上塗り。これで綺麗に隙間を埋めることができます。これで綺麗に壁が貼れましたね。これをする場合なんですけども、一つ注意点がありまして、今これですね、壁3段上に高さあるんですけど、高さ2段になるとですね、角度台の判定が上に持ってかれるんですね。上2枚分の高さのところでですね、天井があってしまうと、下にスナップが置けないっていう、うまく取れなかったりするので、上は空いてる方がいいです。上にスナップ持ってかれてですね、下に置けなかったりしますので、3枚以上の隙間は開けていただいてですね、設置していただく必要があります。ただ高さはこのように下ですね、2枚ちょっと分ぐらいですね、隙間空いててもスナップすることはできますんで、もちろんちょっと高すぎるとスナップできなかったりしますんでね、ご注意いただければと思います。角度台を置けばこれいらないんでね、押していただいて大丈夫です。角度台置いてからその上ですね。例えばこの2段上貼ろうと思うんであれば、後で置いていただければいいです。一時的に上こばせばいいんでね。続いて、この下の隙間を埋めていく手段になるんですけども、これに関してなんですが、いろいろ手法はあるんですけども、一つとして、ここであればさっきのように、藁天井ですね、下に角度台置いていただければ、だいたい対応ができたりするんですけど、高さが合わなかったとしてですね、考えていただければと思うんですが、藁天井で置けない高さだった場合ですね、このようにスナップして土台をどこか置ける場所がある場合になるんですけど、この場合、土台にスナップして柵土台を置くんですけども、これに関してですね、土台の外側に柵土台を置くことができます。これも一回裏返しておく。この状態で伸ばしていけばいいんですが、一箇所ですね、このように土台が置ければ、あとそれにスナップして柵土台を伸ばしていくと。これで土台ね、伸ばしていただければいいんで、柵土台に壁を置いていただくと。伸ばしていけば、このように壁の位置ですね、合うというものになります。隙間はさっきの手法で埋めていただくということになりますが、これぐらいの隙間だとちょっと4枚壁で埋めていただいてになると思うんですが、この状態なんですけども、壁ですね、土台を置いたままだと置けないので、この場合は土台壊して角土台に合わせていただいた方がいいです。これですね、壁貼るときなんですけど、この手法を取る場合ですね、実は上から下ろしている壁1枚外に出してます。これの置き方は、単純に柵を内側と外側とあるんですけど、外側に置いていただいて、ここに壁を貼る。それを下に伸ばすことになるんですけども、ないんですね。でないと、ここの面がありません。土台から1個外に出して貼ってるんでね、この壁が。ちなみにこっち側とかも全部それで作ってます。極力こっちの方がいいのがですね、ちょっと余談なんですけど、通常天井を貼った場合、こっちの面は綺麗に壁が貼れます。ただし、こっちの面はこのようになります。ちょっと見た目悪いですよね。ただ、これですね、この貼り方をした場合、角度台置いてるともちろん角度台見えるんですけど、これ別に拾えますんで、今回壊しますけど、この手法を取っていただくと、このように綺麗に埋まります。角ももちろん綺麗になりますんでね。両方壁あった場合、角ちょっとくの字に出ちゃうんで、柱とかでかぶしていただいてになるんですけど、これですね、1枚分出てるんで、こういう綺麗な貼り方はできます。ちょっと余談ですけどね。基本的には柵土台ですね、スナップして置いていくことができます。ただし、場所によってはちょっとスナップして置けなかったりする場合もあります。そういった場合は支柱があるので、支柱も柵土台と合いますんでね、このようにスナップして伸ばしていくことができます。ただし、支柱の場合、下がちょっと隙間が生まれます。何か入ってくることはないんですけど、スナップ合わないところとかはこういう手段も取れます。
隙間を埋めるという上では角度台の方が便利です。場所によるので、支柱がいい場合と角度台がいい場合っていうのが出てきます。今回のようなところは角度台の方がいいんですけど、海底とか結構荒いところに関してはちょっと場所に合わせてチョイスをしていただければと思います。支柱は支柱で結構便利だったりしますんでね、こういう埋めるところ。あと結構スナップ距離短いんで、フリーで置ける場合が多いです。目測になるんですけど、どうしてもどうにもならない場所っていうのは出てくると思うんで、そういった場合は支柱目測で置いてですね、壁を設置して無理やり合わせると、これちょっと裏でしたけど、合わせると手段を取っていただければ結構埋めれます。スナップしてない時はちょっとあれなんで、もうどうしようもない時に使っていただければと思うんですが、そういう時に最終的に支柱を使うっていう部分はありますね。支柱も結構便利でいろいろ建築いい感じにできたりはするんですけど、これまたちょっと余談なんですけど、支柱ですね、このように端っこ、普通にスナップする部分もあるんですけど、もう一個ですね、謎のスナップポイントがあります。これですね、なぜかこういう設置ができます。これ使うとなんか新しいことできそうなんで、また試してみようかと思います。普通の端っこにあるスナップポイントと別で、これ普通に端っこにあるスナップポイントなんですけど、それと別で中に2本ですね、これぐらいのスナップポイントが謎にあるようなんで、なぜか普通にコルジョン無効じゃないですけど、こういった壁の設置ができるというものになってるんで、これもなんかで使えそうですね。一応共有しときます。まだ何に使うかは思いついてないですけど、はい。では、いかがでしたでしょうか。本日はですね、この隙間を埋めるというところでご紹介させていただきました。今回はですね、ちょっと隙間を強引に作ったところがありまして、そこで作用するテクニックですね、ご紹介させていただいたんですが、いろいろちょっと工夫してですね、隙間を埋めていくっていうことはできたりもしますし、他にも細かいテクニックですね、あるかとは思うんですが、一応今回の内容ですね、ご活用いただければ、大体のところはクリアできるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。また何かですね、こういったテクニックもあるよみたいなものあればコメントいただければと思います。一応ですね、こういう隙間どうしたらいいですかっていうコメントに関してはですね、ちょっと周りの状況とか、その隙間の具合とかにもよるので、できれば Twitter のダイレクトメールとかでですね、ご相談いただければ、極力ちょっと周りの状況にもよるんで、明確な回答ができるかっていうところは難しいかもしれないんですが、何かご提案できればとは思いますので、気軽に Twitter の方でですね、DM いただければと思います。ちょっと文章で来た時はですね、文章でうまく返せるかっていうところがあるんで、ちょっと状況の把握ができないので、コメントの方でいただいた場合はですね、いろいろご質問させていただくかと思いますので、よろしくお願いいたします。今回ご紹介してたですね、土台下げとか上げとかですね、柱頭出ないとかですね、いうのも基礎シリーズの方でですね、ご紹介しておりますので、わからない場合はそちらをご確認いただければと思います。またどっかちょっとまとめたものですね、ご紹介しようとは思っておりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。